あれ、自分こんな状態だわっていう人結構いそうですよね。まさにこの世、地球上が地獄なんです。はい、林正寺住職の共有です。今回は輪廻転生について科学してまいります。科学とはもともと知るという意味です。これを知らないと全然自分のレベルが上がりませんから、この輪廻転生という思想をぜひ知っていただきたいということですね。仏教には輪廻転生という言葉があります。簡単に言えば生まれ変わるという意味ですが、果たして本当にそういったことがあるのでしょうか。私はあると言わざるを得ないという立場でお話をさせていただきます。輪廻転生についてですが、戸田教友が日蓮宗のお寺に生まれ、様々な修行の中で得た知識情報ですので、これが正しいとかこれが絶対であるということはございませんので、一つの説としてお聞きいただきたいと思います。輪廻転生、それは早く言えば生まれ変わるという意味です。生まれ変わりってどういうことっていう話にもなりますが、前回の例についてにも重なっておりますので、そちらも合わせてご覧いただくと分かりやすいかと思います。では輪廻転生についてお話しさせていただきます。人は死んだら霊体になります。そこからどうなるのかということで、ここはお坊さんらしくロールプレイングゲームに例えてみます。そうしますと、ご供養されれば前世で積み上げてきたステータスや経験値といったセーブデータをある程度引き継いだ状態から再びニューゲームといったように進めるのです。もう一つ例えてみましょう。パソコンのハードディスクを思い浮かべてみてください。フォーマットし直されたハードディスクの中には前世の記憶が残っている状態で人は生まれてきます。その時あなたはまだ赤ん坊の状態です。言語も食事の仕方も歩き方もインストールされていない状態ですので、前世のスキルを扱うことも言葉に出すこともできませんよね。生まれ変わったあなたは少しずつ言葉を覚え、新たな景色を見て、新たな出会いを経て成長していく中で、たくさんの思い出を蓄積させていきますが、それが溜まっていくとどうなるでしょう。残っていたはずの前世の記憶は秒単位で増え続ける現世のデータに紛れて薄まってしまい、やがて見つけられなくなっていくことでしょう。自我を持つ頃にはほとんどの記憶は忘れてしまいますが、完全に消去されたわけではないんです。普段の生活の中には様々な選択肢があると思いますけれども、なんとなく直感で選んだという局面において、そこにはうっすら残っている前世の記憶が無意識に作用しているということもあると思います。人間の一生は一度や二度ではないということを前回お話しさせていただきました。人生は選択肢の連続です。人の一生を何度も経験している人というのはきっとたくさんのデータを持っているでしょうから、前世の記憶は薄れたとしても無意識に正しい選択を重ねていける人なのでしょう。人生の分岐点で誰もが選びそうな楽な道ではない方の先にきっといいことがあるかもしれないとか、人との何気ない会話の中でこんな発言をしたら相手を傷つけてしまうだろうとか、直感的に判断できる人というのは社会的にも成功するでしょうし、人望も集まります。坊主チャンネル。努力し積み上げたものは消えず、そのまま引き継いでいくという説ですが、これは良い方の生まれ変わりだけではなく、逆もしかりということですね。それを説明いたしますと、仏教には六道輪廻という概念があります。その六道とは天、人、修羅、畜生、餓鬼、地獄の6つの状態を表しています。一つずつ説明しますと長くなりますので、簡単に言うと、天は物質界ではない素晴らしい世界で、人間界で言うと喜んだり笑っている状態。人は地球上の人間の状態。
修羅は争ってばかりいる状態。畜生は畜養されて飼われている動物、牛や馬のような状態。餓鬼はいつも腹ペコなのに食べ物を食べようとしてもそれが火になってしまう状態。地獄とはまさに最下層で罪を償わされている奈落の底のような状態です。人間が死ぬと霊はいずれかこの状態になるとされます。でもなんかピンとこないですよね。もうちょっと詳しく言うとお分かりいただけると思いますので、もうしばらくお付き合いください。仏教の中でも諸教中の王と言われる法華経というお経がありますが、そのお経の中でさらに六道の上のレベルを4つ足した10の状態を説明しています。その4つとは仏、菩薩、円覚、声聞というハイレベルの状態です。六道と師匠という説でお話をさせていただきますが、これを合わせて10回と言います。極めて簡単に説明いたしますと、仏とは宇宙の真理を悟った境地。菩薩とは仏の教えを広め、悩める人々を救おうとするもの。円覚とは一人で修行し、一人で悟った状態。声聞とは仏の教えを聞くことができ学んでいる状態です。この10の状態の輪廻の中でレベルを上げていって最終的に仏を目指すのが我々の目的なのです。話が壮大になってきましたが、また戻るといたしまして、ここで私が聞いた読んだ生まれ変わりのお話をさせていただきます。まず森田健さんという方が書いた「生まれ変わりの村」という本、これには度肝を抜かれました。中国奥地の村人の話なんですが、前世の記憶を持って生まれてくる人の数が半端ないと言われている村で、何十人もの人に直接お話を伺っているインタビュー形式的な本なんですが、皆さん同じことを言っているので、もう信じるしかないなと。ネタバレになってしまうので簡単に言いますと、死ぬと何らこの世と変わらない世界にいて、橋の下でおばあさんがスープを煮てて、これを飲むと記憶が消えて生まれ変わるから、それを知っててスープはいらないって言って気づいたら母のお腹の中にいたというようなお話なんです。間違って牛に入っちゃったから自分で崖から落ちて死んだ話とか、自分で死んだけど地獄とかなくて今幸せに暮らしているとか、誰も気づいてくれないからおばあさんに抱きついたらお祓いされちゃった話とか、目から鱗なエピソードばかりです。ではもう少し科学してみましょう。坊主チャンネル。死を超えた大きい輪廻があれば、身近な小さい輪廻もあるということです。なんですってと思われるかもしれませんが、あなたは今輪廻真っ最中なんです。実はこの10回の中の一つずつにもさらに10回があり、そこをぐるぐると回っているのです。これが宇宙の法則、回転運動です。地球は自転もしながら太陽の周りを回っています。その太陽ももっと大きな星の周りをという感じで際限なく回り続けているんです。これは先の動画でもお伝えしたエコーにもつながってきますね。では小さい輪廻について言いますと、一日一生という言葉がありますが、朝起きることが生まれるということで、夜寝るのが死ぬってことですね。そうなると1年で365回生まれ変わりますよね。その1日をどういう状態で過ごすのかっていうことです。10回の人であることは間違いないですから、心や生活環境の状態がどうなっているのかで仏から地獄までのモードが決まるんです。朝起きて仕事して夜帰ってきて寝る、ほとんどの人がこのパターンかと思いますが、これは人の中の人モードですね。平穏無事です。しかしその人モード、人生いろいろ起こった時にどのモードに切り替わるのかっていう話なんです。すぐに喧嘩やいざこざとなり怒ったり相手を攻撃してしまう人は修羅と呼べるでしょう。畜生とは食べ物のことだけ思って飼われている状態ですが、
あれ、自分こんな状態だわっていう人結構いそうですよね。餓鬼とは食べたくても食べられない空腹状態、お腹だけが出てる状態、貧困ですね。地獄とは殺し合い、奪い合い、病や飢えに際限なく苦しみ続ける世界です。なんか想像できませんか？一日一日がこの心の状態、環境の変化の繰り返しです。賢明な方はもうお気づきだと思いますが、以上の話を踏まえ輪廻を総括すると、まさにこの世、地球上が地獄なんです。法華経ではこの世燃え盛る家の中、また3階の極であると説かれています。時代にもよりますが、歴史を遡ると納得するほかありませんよね。そうなりますと、地獄の中での人、またその中での輪廻ということになりますよね。病、貧困、人間関係等、先ほどお伝えした状態にはまっている人は数知れないでしょう。それ以上に世界では地獄、餓鬼、畜生、この3つの状態からいつまで経っても抜け出せない人がたくさんいるんです。この地獄についてはまたいずれ深掘りしていきますので、チャンネル登録をしていただいてお待ちください。チャンネル登録お願いいたします。人間関係が不得意で社会に馴染めないとか、もしも輪廻転生があるのならば来世では当たりが引けるかもと思ってリセットボタンを押す。自ら命を絶ってしまうということですね。これをしてしまうとどうなるでしょう。